こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さあ、今日はですね、ちょっといつもと違う動画の内容になっております。違うと言ってもつながってるんですけれども、いつも先生術の星読みが、メインになっておりますけれども、今日はですね、私実は本を出しておりまして、その本の内容で多分皆さんにきっとこの今何かのご縁でここにつながってメッセージをね、受け取ってくださろうとしている方たちにきっと必要だと思うお話をしたいと思います。ちょっと受け取りました。この話を動画で出すときっと必要な人に届くよということだったので、この木星や天王星が移動していくこの時期というのも相まって、ちょっとお話をしたいと思います。で、ちなみに私の出している本のタイトルは、夢は感情で動く。そして副題が夢を叶える宇宙の22の法則。もうずいぶん前にですね、何年も前に書いた本なんですけど、Amazon で Kindle なんかだったらとてもお安く、たまにこう無料でダウンロードできる時もあるので、よかったら見ていただければいいと思うんですけれども、そこでね、最後の方に書いてある内容なんですが、人生は2人のあなたの二人三脚だということに気づいた途端、本当にもっと軽やかになるよという話なんです。で、私自身がそうだったんです。人生の前半がすごく重くて、子育てが始まっても子育ての前半もすごく重くて、今でも話そうとすれば、すぐに泣ける。泣ける。泣きませんけれども。だけど、二人三脚なんだって気づいてから、二人三脚なんだったら、一人で突っ走るんじゃなくて、もう一人の私と一緒にレースをした方がいいに決まってるわけです。そんな風に毎日過ごすようになってから、こんなにもっと幸せで簡単な方法があったのにたどり着いたんです。ですから、ちょっとそのお話をしたいと思ったわけです。もう一人のあなたっていうのは、私がいつも持ってる、この私の記憶にソウルのある限りでは、この大きさの、この大きさ、もう本当に大きさがこれなんですけど、マカバの形をしていて、これが私たちのソウルで、これが私たちのおへそのあたりにこう入ってます。で、死んで生まれ変わるたんびに、外のこう体は変わるわけですけど、これはもう本当ずっとこうね、使い古しで、人によっては何十億回も散る。この人とこの今世の私のとの二人三脚だから、いつも自分の左脳やマインドだけで考えて決めていったら、内側のこの人はそっちに行こうとしてなかったから、二人三脚って大体倒れちゃうでしょ？違う方向に、この意思が合ってないと。それで2、3年止まったようになる。みたいな人生を送っていたわけです、以前の私は。それが、ここに聞いて、今日こっちに行こう。明日あっちに行こう。今日はやめとこう。そういうこの言葉を言おう。いや、やめとこう。子育てこんな風にしよう。いやいや、私はそれしたくない。これをね、毎回やると、二人三脚だから、せーので行くんで、すく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 と、今日もいいレースができたねっていう風になっていくんです。ですから、ぜひ皆さん、毎日私は毎朝、このマカバスイーツを持ってなかったら、もうあれですよ、想像するだけでいいんですよ。持ってるとこうやりやすいんですけれども、今日の私はどっち？息子にどんな言葉を言う？娘に何を言う？何を期待する？何を期待しない？そういうことをやっぱり内側の自分に聞くようにしています。で、私ね、人生前半はこういうことを全然知らないで、気づいていなかったので、その本に書いてある宇宙の22のルールを知らなかったので、結構こう失敗が多かったんです。で、特にオーストラリアで初めての息子をね、授かって、このルールとは真逆の育て方を最初はしてしまったんです。ですから、今、うちの息子は、今日これを取っている段階で24歳、そして立派に自分が一番やりたかったエンジニアとして就職も決まって社会人としてすくすく今育ってます。ですからこれが結果です。でも一番最初はですね、詳しく話してると長くなりますが、本にも書いてるけど、うちの息子、言葉を発しなかったんです、人生の最初。みんなが話し始める頃に。なので、いわゆる発達遅延というふうにやっぱり診断されるぐらい言葉が、遅かったんですね。で、そこからなんかい
夢に描いていた子育てじゃないのかもしれないっていうことに気がついて、私も焦りとかいろんなものがあって、内側の自分のソウルとはがやりたい子育てとは全然違う方向に、突っ走ってしまったんですね。で、先生術に出会ったり、カラーセラピーに出会ったり、いろんなものに出会って、彼の本質を変える必要はなかったのに、なんでとんでもないことをしてしまったんだろうってある時に気づくわけです。で、これを今見てる皆さんに言いたいんですけど、気づいた時に落胆して後悔してとんでもない取り戻せないことをしてしまったと思いましたが、実はやり直せました。ですから、気づいた時にやり直せるんです。ですから、もしこれを見てる皆さんが何かね、後悔しているとして、やり直せるんだよっていうことを今日は伝えたいと思ったということです。タイムラインっていうのは一本の線じゃなくて、ちっちゃな点のつながりなんですね。一直線上に並んでるわけではなくて、点があるわけです。ですから、今この1個を取り出して光の点に変えたら、パパ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 ンと、過去にも未来にも影響を与えて変えていくことができるんです。時間の流れは粒子です。粒子であるならば、一つの点が変われば他の点にも影響を与える。これが科学ですよね。皆さん知っている。全体の波動が変わるということです。ですから気づいた時から人生は過去も変えれる。ぜひこれを今日は皆さんにお話をしたいと思いました。もちろん過去に起こった出来事が変わるわけではないですけど、その出来事を体験した時の自分とか、その登場人物や、そこに対するエネルギーや思い、考え方っていうのが変わりますから、まるで最悪の出来事だったと思っている10年前のあの出来事が、今の私からすると、良かった、この息子を授かって良かった、言葉が彼が遅くて良かったと思えてるわけです。だって彼は全然その後追いつきまして、そして立派になんなら追い抜かしていって、大好きな大学のエンジニア学科に入り、今エンジニアとして働いているわけです。ですから、ちゃんと取り戻せたんですね。で、それは私が二人三脚だって気がついたからです。本当に私がやりたい子育て何なのってソウルに聞くようにしたからです。無理やり彼の本質を変えたいわけじゃないよねってこの人が毎日言うんです。だから先生にああしろとか社会や周りや自分の親や旦那の親にいろんなことが言われても、私はこのソウルがやりたい子育てをその日から始めたんです。そしたら彼は遅れを取り戻していって、ぐん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 自分の質を伸ばしていったということです。ですから、何らかの形で今悩んでいるとか、ちょっとね、後悔してるとかいうことがある人がこれを見ていたとしたらですね、二人三脚だなって気づくだけで、一回心に聞いてから行動するだけで本当に人生は変わりますよということをお話ししておきたいと思いました。で、もう一つはですね、その本当にソウルがだから求めていることをやっていいんです。本当のソウルが求めていることを、だから聞く癖をついてほしいと思うんです。何か目の前にあるものが欲しい時に、欲しいと言って手に入るんだったら欲しいって言えるかもしれないけど、入らないと恥ずかしいから、欲しがってることすら隠しちゃうとか、結構日本人の方に多いんですね。オーストラリア人には絶対ないんです。これ欲しいと、はいはいはいってみんな手を挙げます。本当に小学校に行くと分かりますけど、今日これを発表したい人、ほぼ99%手を挙げます。で、1人しか選ばれないけど、みんな手を挙げるんですよね。だから、別に王子が会ってて、日本人が会ってないわけじゃないですけど、手挙げないと、もうその時点でもらえるチャンスはないんだよだとしたら、選ばれなくてもいいから挙げといた方が、お得ですよね。私これ本にも書いてあるんですけれども、プラットフォームに止まっている電車、じりじりじりと鳴ってます。あなたは階段を降りてきます。今にも閉まりそうです。でもあなたが欲しいのはこの電車に乗るということですよね。どうします？この時点でオーストラリア人は間違いなくみんな叫びながら、止めて、僕乗るからって言いながら必死で走ってきます。で、乗れる人もいれば、目の前でプシューの人もいます。このプシューが恥ずかしいから、本当は乗りたいのに、もう
私別に次のでいいですよぐらいに感じで歩き始める人がいますよね。で、やっぱりこっちタイプの人はですね、永遠自分の乗りたい電車じゃなくて、いつも1個乗りたかったものじゃない次の電車に乗っちゃう人生になっちゃうよっていうことなんです。乗りたいならトライはしてみましょうっていう、プシューになってもいいから、これができるようになることがとても大切で、で、これが内側のソウルさんは絶対に乗りたい。だから、乗りたいんだったら、ちょっと乗りたいアピールしてみるか。これが二人三脚の生き方というところにつながっていくということです。最初はちょっと難しいんです。努力が必要なんです。やっぱり恥ずかしいし。でもやってるうちにですね、これがデフォルトになっていく。そうすると、失敗も多くても、成功も多いわけで、結局失敗の数なんて全然関係ないから、成功の数が多くなれば人生っていうのは勝ちですよね。という生き方に変わっていくことができるかもしれません。ということで、ちょっとこう話が変わったようで、実は同じことを言ってるんですけれども、今日2つのテーマを話したような感じになってますけれども、もし受け取っていただけたらと思います。ということで、ちょっと今日は毛色の違うお話でしたけど、最後にやっぱりせっかくなんで、いつも素敵なメッセージをくれるセプタグラムのカード。もうこれが私の人生にやってきてから、私の人生の選択はいつも間違いなし、宇宙がメッセージをくれるので、今日の皆さんへ、ハイスパイラルです。This is one of my favorite sacred geometry. 私の最も、愛している親戚科学のうちの一つです。これまさにそうなの。最初の一歩は小さくても、ファインスパイラルっていうのは次2倍、3倍じゃなくて4倍、6倍、8倍、16倍でどんどん大きくなっていくよっていうことです。今日やってみる変化の第一歩が、また時間がかかるわけじゃなくて、ある程度続けていくとものすごい拡大の変化になりますよということで、ぜひトライしてみてくださいということです。ぜひ皆さん素敵な人生をお送りください。